皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は使う下敷きによって書道の上達に差が出ますというテーマでお話をしていきたいと思います。先日こんな質問をいただきましたので読み上げます。果歩先生に質問です。書道の練習で使う下敷きの購入を検討しているんですが、たくさんの種類があり、どれを選べばいいのか分かりません。下敷きを選ぶポイントなどがあれば教えてくださいということですね。下敷きに目をつけるっていうところがまず素晴らしいですよね。下敷きってすごい大事なんですよ。どの下敷きを選ぶかによって練習の目的すら変わってきてしまうっていうぐらい根本的な大事な部分になりますので、しっかりお答えしていきたいと思います。今回は下敷きの種類と選び方、それから勉強効率が上がる下敷きの使用方法についてお話ししていきたいと思います。皆さんが購入を検討される下敷きってこのぐらいのサイズ感なのかなって思ってるんですよね。ミノ版っていうサイズになるんですけど、実際の半紙よりも一回り大きいサイズのものですね。いろんなカラーがあったりとか厚さがいろいろあったりとかするんで、それをまずご紹介できればなと思います。まずカラーの展開ですね。ごめんなさい、手持ちで3種類ほどしかなくって、まずエンジ色、ワイン色っぽい感じ、おしゃれですよね。なんかこんな感じで色綺麗くないですか？でこれ好んで使ってます。ブラックもツヤ感しっかりあるし、結構おしゃれな感じに見えると思います。でこっちは紺色ですね。ネイビーです。いい感じですよね。しっかりしてる感じで。グリーンとかレッドとかありますからね。自分のお家のインテリアに合わせてお好みの選んでみてください。実はこの3種類材質がちょっと違う、素材感がちょっと違ったりするので、それをお話ししていきます。まずこちらのワイン色のものとブラックのもの、これ実は一緒の素材です。フェルト製のものなんですよね。書道では毛線っていう風に言うことが多いです。ひな人形とかの下に敷いてある絨毯みたいなのあるじゃないですか。あれとかも毛線なんですよね。毛線の特徴なんですけれども、質感が柔らかいっていうことが特徴ですね。なんかふわっとしていて、しかもなんかこう光とかに当てると光沢感とかもあって高級感があるので、毛線を好んで使う作家さんが結構多いような印象です。ふわっとしてます。折り目つけたりとかするとそこの部分がシワになったりとかするので、使い込んでいくうちに古くなってきたなっていうのは感じやすいかもしれないっていうのが唯一このフェルト製下敷きのデメリットかなっていうふうに思っています。ただ高級感はありますのでとってもおすすめです。紺色のものなんですけど、こちらは特上羅紗というものを使っています。羅紗っていうのと特上羅紗っていうのと最高級羅紗とかいろんなランクがあるっぽくって、私は特上羅紗使ってるんで使い心地はかなりいいですね。フェルトに比べるとちょっと硬めな印象、こう伝わると思うんですけど、硬さが。これのメリットはさっきも折ってみましたけど、これは折っても折り目つかないです。書道セットの中にちゃんと入れときたいですみたいな方、折りたたんでも癖がつきにくいので羅紗製がおすすめかなっていう風に思います。光沢感的にはどうかな、ちょっと毛線に比べると劣る、見た目の高級感とかでいくと毛線なのかなっていう感じはしますよね。で続いてなんですけれども、こういうの見たことないですか皆さん。罫線入りの下敷きです。罫線があることによって、例えば半紙に6文字書きたいですとかってなった場合、初心者とかだったらすごい軸張りうまくできたりとかしていいですよね。これおすすめなんですけど、実はこの罫線入りの下敷きを使うのにもメリットとデメリット両方ありますので、これは次のパートでしっかりお話ししていきたいなというふうに思います。実は下敷きには厚みがいろいろあるんです。1ミリとか2ミリとか 2.7 ミリとか3ミリとかいろんなのがあるんですけど、半紙ぐらいだったら2ミリがおすすめです。今お見せした下敷き全部2ミリです。フェルトのものは柔らかいので羅紗の2ミリの方がすごい頑丈な感じはあると思います。このぐらいあれば机に貫通しちゃったりとかそういうことも全くないと思うんで、安心な厚みですよね。で実は私半紙の罫線入りの下敷き持ってなかったんで、書道技法講座という二元社さんから出てる本から付録で付いているものを皆さんにお見せしています。これはやっぱ付録ですからね、購入するものではありませんし、なんかおまけ的に付いてるものなんで1ミリになってます。1ミリだとこのぐらいの薄さになっちゃうので、だんだん使い込んでいくうちに毛玉になりやすかったりとかシワになりやすかったりとか、だんだん古くはなっていくかなっていう、長く使いたい方は2ミリ以上がおすすめです。半節版の下敷きでこういうのもあります。じゃじゃじゃーん。2行書く時用の漢字になってたり、裏返すと3行書とか4行書とかに対応できるような罫線が入ったものもあったりします。半節用とかになると使う墨量とかもだいぶ増えるんで、これ 2.7 ミリなんですけどすごく頑丈で、フェルトなんですけどしっかりコシもあって安心して使えるようになってますので、半節以上のサイズ書かれる方は 2.7 ミリ以上、これがおすすめです。
あとは価格帯なんですけど、モンセンとラシャで価格帯ちょっと違うんですよね。ピンキリなんですけど、モンセンの方は平均的にだいたい1000円ぐらいで買えると十分お安いのかなというふうに思います。やっぱり安いものはそれなりに毛玉になりやすかったりとか、同じフェルト製でもやっぱランクって多少あると思うんで、金額に応じたものが届くみたいなイメージを持っていただけるといいのかなと思います。今ミノバンサイズの 2mm っていう体でお話ししてます。でこちら同じミノバンサイズの特上ラシャなんですけど、これとかだと若干お安いのかな、800円ぐらいならすと。普通のラシャだと600円とかで売ってるものもあるかもしれないですね。ラシャにもランクがあるので、お安いものになるともしかしたら長持ちとかはしにくかったり汚れやすかったりする心配も出てくるので、だいたい800円ぐらい目安に選んでおいていただけると間違いないのかなっていう感じはしてます。はい、続いて勉強効率が上がる下敷きの使用方法についてお話をしていきます。先ほどもお話しさせていただいたように、下敷きには罫線入りのものもあったり、無地のものがあったりしますけど、それぞれのメリットデメリットっていうものが実は存在します。このどちらを使うかによって自分が目指すべき方向性だとか身につくものまで全然変わってきてしまうっていうところがありますので、実はこの2つどちら選ぶかっていうのはものすごく重要だったりするんですね。まずはこの罫線入りの下敷きを使った時のメリットデメリットから紹介していきたいと思います。罫線入りの下敷きのメリット、紙を置いた時に罫線が透けて見えますからね。この通りに字を収めれば字配りバッチリ、すごくバランスよく仕上がりますっていうのがメリットですよね。なので初心者の方にとってはとてもメリットが大きいと思うんですよ。字の大きさも全部揃ってくるっていうところからすると、綺麗な文字書けるようになりたいなとか、人から見やすい文字書けるようになりたいなって思ってらっしゃる方にもとってもいいかもしれないですよね。なので初心者ですとか、あとは小中学生の書写書道、習字などには向いているかなというふうに思います。ただこれを使ってしまうと全部の文字の大きさが本当に均等に同じ大きさ揃ってしまうので、芸術的な書道を習うっていう方にとっては不向きかもしれないです。例えば古典の臨書とかってなった時には、余白、間の取り方とか白の取り方っていうのがすごく重要になってきて、紙面にどう白を配置するのか、字形だけではなくって大切にしたいポイントっていうのがあるんですけれども、そういうところに意識が行きづらくなるっていうデメリットがあります。なので字形を学びたい方にとってはこういう罫線は助かるんですけれども、字形からさらにもう一歩上のレベルを目指して間とか白とか芸術的な書に大切な感覚養っていきたいなっていう方には不向きとなっています。あとはこの罫線入りの下敷きを使い続けることによって、この下敷きなしでは書けなくなってしまう、まっさらな紙に書くのが怖くなってしまうっていうデメリットも発生するかもしれないので、そこら辺も心配かなって思うところですね。ただ先ほども言った通り、初心者の方は字の大きさ定めるのにすごく有効だと思いますし、字形を学ぶにおいてはすごく有効な手段だと思いますので、最初のうちは罫線入りの下敷き取り入れる価値すごくあるなというふうに感じています。逆にこういう無地の下敷きを使うことのメリットっていうのは、自分でその余白とか間とかを決めれる、書道において大事な意識すべきポイントとかっていうのをしっかり押さえて書けますし、罫線がないことによって自分で文字の大きさを考えたりとか、そのバランス感覚を養っていく、最初は もちろん大変なんですけれども、大変なのを乗り越えて身につくことってすごく大きいので、やっぱ無地の下敷きを使うことによって身につくものはとても多いなというふうに感じています。芸術系の書道だとか、中国古典とか、日本の古典もそうですけれども、そういうのを習ってる方だったら無地の下敷きがいいんじゃないでしょうか。自分のレベルに応じて使い分けていくのがいいと思います。補足なんですけれども、罫線入りの下敷きを推奨している団体さんもありますので、そういった団体に属されている方はもちろん自分の所属する団体の指示に従って使っていただけるのがいいと思います。今回は使う下敷きによって書道の上達に差が出ますというお話をさせていただきました。罫線入りの下敷き使うのはすごくメリットも大きいんですけど、初心者のうちとか小中学生の書写書道ではすごくいいと思います。美しい文字が身につくかなと思うんですけど、芸術系の書道を習われてる方なんかはもしかしたら無地の方が余白とか間とか大事な部分を意識しやすいので、自分のレベルに応じて下敷きを使い分けるなんてことがいいのかなっていうお話でした。今日のお話参考になったなと思っていただけた方はぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。